皆さんこんにちは。私は東京都練馬区都市農業担当部長の関口和幸と申します。新型コロナウイルス感染症が世界的に猛威を振るう中、ニューヨーク市においてグリーンサムグロートゥギャザー2021が新しい形で無事に開催されることを嬉しく思います。この度は練馬区における都市農業について発表の機会をいただきありがとうございます。この写真は練馬区のキャベツ畑です。住宅地の中に農地があり、練馬らしい農のある風景です。はじめに練馬区における都市農業の概要についてご説明いたします。練馬区は日本の首都東京を形成する自治体の一つで、東京23区の北西に位置しています。地図上で緑色に塗られている部分が農地を示しています。都心近くに位置しながら多くの農地が残っています。東京23区の農地面積は471ヘクタールで、このうち練馬区の農地面積は197ヘクタール、東京23区にある農地の約 40% を占めています。農家戸数についても432戸の農業者が区内で営農しています。こちらは東京23区の航空写真です。練馬区には多くの農地が残っていることがお分かりになるかと思います。では、なぜこのような都市化が進む地域でも多くの農地が残ったのかという経緯を制度面からご説明いたします。日本では1968年に都市計画法が制定され、大都市圏の市街核域内農地の宅地化都市化を進めていくことが定められました。さらに1991年の生産緑地法の改正により、大都市圏の市街核域内農地を宅地化すべき農地と保全する農地に分けることとしました。保全する農地は30年間の営農を条件に課税の緩和等を受けられる生産緑地に指定され、この制度により現在まで多くの農地が残った大きな要因といえます。そして2015年に都市農地に対する理念を転換し、都市農業農地の重要性を明確化する都市農業振興基本法が制定されました。都市農地は宅地化すべきものから都市にあるべきものへと位置づけられました。このように都市農地に関する法の制定や改正が行われてきましたが、農業者は代々引き継いできた大切な農地を守ってきました。その結果、住宅地と産業としての農業農地が混在した都市構造になりました。この航空写真は都市農業と市民生活が共存する練馬区の代表的な地域です。ご覧いただくと、練馬では住宅地の中に農地が点在しています。練馬の都市農業は農業者と農業協同組合、行政が連携し、都市住民のニーズに応えながら発展してきました。現在は農業者が耕作する農地をはじめ、農業体験農園や果樹の摘み取り園など多様な形態の農業が営まれています。こうした都市構造は海外の主な大都市と大きく異なる点です。農業と都市生活が融合し一体となっている町の姿は世界的にも大変珍しく、練馬区が世界に誇れるものであります。練馬における都市農地は住宅地に囲まれた中にあるため、営農するにあたっては地域住民の理解を得ることが重要です。そこで練馬区では区民が都市農業に親しみを持てるようさまざまな形で農に触れる機会を提供しています。新型コロナウイルスの感染拡大は
多くの区民が地域に目を向けるきっかけにもなったものではないかと考えています。それではこれから練馬区における代表的な事例についてコロナ禍における状況も踏まえながらご紹介していきます。1つ目は農業者の自宅前直売所での農産物の販売です。練馬区内には約260カ所の自宅前直売所があり、収穫した農産物の多くをここで販売しています。練馬区では写真のようなコインロッカー式直売所の導入に対する農業者への経費補助も行っています。区内の農業者は限られた農地で都市住民のさまざまなニーズに対応するため、多品目少量生産が特徴となっています。新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに地場産農産物への注目はこれまで以上に高まっており、都市農業はそのニーズに応えています。誰もが新鮮で安全な農産物を安価で手軽に購入できる販売システムであり、練馬の都市農業の基盤となる事例です。2つ目に、区民に農地を区画ごとに貸し出して自ら栽培することができる農園についてご説明します。一つは練馬区が管理運営し、利用者は自分の好きな農産物を自由に栽培できる区民農園です。もう一つは農業者が管理運営し、利用者は農業者の指導を受けながら高品質の農産物を栽培・収穫できる農業体験農園です。農業体験農園で農業者に栽培方法を学び、技術を身につけた後、区民農園で好きなものを栽培する方も多いようです。こうした農園ではコロナ禍においても密を避けながら活動することができるため、感染拡大防止に配慮しながら皆さんにご利用いただいております。農園での活動を通じてコミュニティの形成や子どもへの教育・食育などの効果にもつながっています。栽培した農産物は販売はせず利用者が持ち帰るのですが、収穫した農産物を子ども食堂に寄付する活動を行っている方もおります。3つ目に、果樹の摘み取り園についてです。練馬区にはブルーベリーやみかん、キウイなどの摘み取りができる農園が39園あり、地域の方や家族連れの方などから人気を博しています。本来農業者は果樹を摘み取って収穫物を販売するのですが、ここでは利用者が楽しみながら果樹を摘み取ってくれるため、農業者は摘み取り作業を省力化することができます。夏に収穫できるブルーベリーの摘み取り園ではコロナ禍ではありましたが、遠方への外出自粛が求められる時期であったこともあり、多くの地域の方々が利用され、例年以上に注目を集めていました。練馬区では果樹の摘み取り園を練馬カジュアルファームと名付けて、さまざまな媒体を活用して周知を行い農業者を支援しています。4つ目に、練馬マルシェと呼んでいますが、農業者が主催するファーマーズマーケットについてです。朝採れた野菜や果樹、花を持ち寄り、駅前や公園等で直接販売しています。農業者、消費者ともに顔が見える状態で販売・購入できるため、お互いにとってメリットがあります。練馬区では開催にあたっての広報などにかかる費用の一部を補助しています。残念ながらコロナ禍においてほとんどのマルシェは中止になっていますが、今後も農業者と連携し安心して開催できるように取り組んでいきます。最後の事例として、練馬区の南大泉地域の農業者の皆さんが中心となって行った取り組みを紹介いたします。地域内にチェックポイントを9カ所設置し、すべて回ると収穫体験に参加できるというイベントでした。チェックポイントに設けたイラストをスマートフォンで読み取ると、農業者の方などが農産物や
地域の歴史について語る動画が流れるという仕組みです。これまで紹介した事例もそうですが、練馬区の農業者は農産物を生産するだけではなく、いわゆる社会的な役割を果たしていると言えます。最後に、一昨年2019年に練馬区で開催した世界都市農業サミットについてお話しします。ニューヨークをはじめ都市農業に積極的に取り組んでいるロンドン、ジャカルタ、ソウル、トロントの5都市から農業者や研究者、行政担当者の方々を練馬区に招き、都市農業の意義と可能性について議論いたしました。ニューヨークからはニューヨーク市公園局グリーンサム部長のビル・ロサッソさん、ニューヨーク市立大学大学院のネビン・コーエンさん、グレートパフォーマンスシーズ CEO のリズ・ヌーマークさんにご参加いただきました。サミットの最後には参加者の総意として世界都市農業サミット宣言を発表しました。都市農業は命を育む、歴史と文化を育む、公正で開かれた社会を育むの3つの柱で構成されています。都市農業は食料供給をはじめ気候変動の緩和や適応、生態系の維持、さらには各都市が抱える社会的課題を解決する手段ともなり得ます。都市農業は都市の持続可能性を高め、都市生活を豊かにするものです。歴史や文化の異なる世界の各都市においても、都市農業の意義や可能性は普遍的なものであることを確認することができました。今後も参加都市とのネットワークを継続しながら、都市農業の発展に貢献していくことを宣言しています。その一つが今回の会議での発表につながったものと思います。この写真はほんの一部ですが、練馬の農業者の方々です。今、練馬区にある農地は、こうした農業者の皆さんが長年にわたり尽力して守ってきたものです。さまざまな課題や新型コロナウイルスという世界的な困難がありますが、今後とも農業者の皆さんと力を合わせながら、都市農業の発展と都市農地の保全に取り組んでいきたいと考えております。最後になりますが、練馬区の取り組みについて発表させていただく機会をいただき、改めて感謝申し上げます。棋士との交流がさらに深まっていくことを願っております。機会がありましたら、ぜひ練馬区にお越しください。心から歓迎いたします。ご清聴ありがとうございました。